それでは、そんなチャット GPT をどうやって使えばよいのか、これについてもチャット GPT さんに直接聞いていきましょう。どんなことができるのか、素朴に聞いてみました。チャット GPT の有効な使い方を教えてください。チャット GPT は多様な用途に利用できますが、その性能を最大限に活用するためには、以下のような有効な使い方が考えられます。1、情報検索。質問に対して情報を提供する際に、チャット GPT は Wikipedia やニュース記事など、幅広い情報源から学習した知識を活用できます。専門的なトピックや一般的な質問に対する回答を得ることができます。2、アイデア生成。クリエイティブなアイデアや提案が必要な場合、チャット GPT に相談することで新しい視点やアプローチを得ることができます。例えば、物語のプロットやデザインのアイデア、新しいプロジェクトの提案などが挙げられます。3、文章の構成、改善。文章の文法やスタイルをチェックしたり、より自然な表現に改善するために、チャット GPT の助けを借りることができます。4、翻訳。チャット GPT は複数の言語をサポートしており、簡単な文章の翻訳や、異なる言語間での意味の概要を提供することができます。5、教育・学習サポート。学習に関する質問や概念の説明に対して、チャット GPT は簡潔で分かりやすい回答を提供できます。これにより、学習者の理解を助けることができます。6、エンターテインメント。ジョークや小話、雑談など、エンターテインメント目的での会話も楽しむことができます。ただし、以下の点に注意してください。チャット GPT は学習データが2021年9月までのものであるため、それ以降の情報については正確に答えられないことがあります。チャット GPT は完璧ではなく、誤った情報や不正確な回答を提供することがあります。重要な決定を下す際には、他の信頼性のある情報源と照らし合わせることが重要です。チャット GPT は人間のような感情や経験を持っていないため、個人的な悩みや感情的なサポートには限界があります。これらの点に注意しながら、チャット GPT を効果的に活用することができます。他にも、次のような用途が考えられます。7、プログラミングの助け。コーディングの問題やデバッグに関する質問に対して、チャット GPT は解決策やアドバイスを提供できます。また、プログラミング言語やライブラリの使い方に関する説明も得られます。8、スケジューリングやタスク管理。チャット GPT を使って、日常のスケジューリングやタスク管理のアドバイスを受けることができます。例えば、プロジェクトの優先順位付けや、効率的なタイムマネジメントの方法などです。9、ゲームやパズルのヒント。ゲームやパズルの解決策やヒントを提供することも、チャット GPT の得意とする分野です。脱出ゲームのヒントやクロスワードパズルの答えなどを助けてもらうことができます。10、意思決定の支援。複数の選択肢がある場合、チャット GPT はそれぞれの選択肢の利点や欠点を分析し、適切な判断材料を提供することができます。これらの用途を活用することで、チャット GPT はあなたの日常生活や仕事、学習に役立つ助け手となります。ただし、重要な決定や専門的な知識が必要な場合には、専門家や信頼できる情報源と相談することをお勧めします。いろいろできるんですね。続けてくださいというのは、回答が途中で切れた時のおまじないです。ここを勘違いして使っている人が結構多いんです。チャット GPT は検索エンジンですか？チャット GPT は、検索エンジンとは異なる AI 技術をベースにした対話型の人工知能です。検索エンジンは、ユーザーが入力したキーワードに基づいて Web 上の情報を検索し、関連性の高い Web ページを提供します。一方で、チャット GPT は、自然言語処理 NLP を用いてユーザーの質問やコメントに対して直接回答や情報を生成し、対話を行うことができます。ただし、チャット GPT はインターネット上の情報をリアルタイムで検索するわけではありません。代わりに、学習時に用いられたテキストデータから得た知識をもとに回答を生成します。そのため、最新の情報や学習データに含まれない情報については正確に答えられないことがあります。結論として、チャット GPT は検索エンジンではなく、対話型の人工知能です。しかし、検索エンジンのように、質問に対して情報や回答を提供することができます。全く別物。検索エンジンは、ユーザーが入力したキーワードに基づいて Web 上の情報を検索し、関連性の高い Web ページを提供するのに対し、チャット GPT は自然言語処理を用いてユーザーの質問やコメントに対して直接回答や情報を生成する対話型の人工知能なんですね。どんどん聞いていきましょう。ざっくりですがどんなことができるのか確認できたので、使い方を掘り下げていきます。チャット GPT に送信するときに使うプロンプトとは何ですか？プロンプトとは、チャット GPT に送信する際の質問や命令、文章などの入力テキストのことを指します。プロンプトは、チャット GPT に対して何らかの情報を求めるためのきっかけや、特定のタスクを実行させるための指示となります。例えば、あなたが質問をするときに、日本の首都はどこですかと入力すると、この文がプロンプトとなります。チャット GPT は、このプロンプトを解析して適切な回答を生成し、ユーザーに返信します。プロンプトは、対話の継続性や質問の明確さに影響を与える重要な要素です。明確で具体的なプロンプトを使用することで、チャット GPT からより適切で有益な回答を得ることができます。また、プロンプトを使って、チャット GPT に様々なタスクを実行させることができます。例えば、文章の構成、アイデア生成、情報提供、エンターテインメントなどです。プロンプトの入力の仕方によって回答が大きく変わります。
さらに詳しく聞いてみましょう。明確で具体的なプロンプトとはどんなプロンプトなのか、いくつか具体的に例を示して教えていただけますか？もちろんです。明確で具体的なプロンプトとは、質問やリクエストが明瞭で、チャット GPT が適切な回答を生成しやすい形式のものを指します。以下にいくつかの具体的な例を示します。1、情報検索の場合、不明瞭、首都、明確、具体的、フランスの首都は何ですか？ 2、アイデア生成の場合、不明瞭、アイデア、明確、具体的、環境保護に関するキャンペーンのアイデアを3つ提案してください。3、文章の構成、改善の場合、不明瞭、文章を直して、明確、具体的、この文章をもっと正式な表現に改善してください。天気がいいから、外で遊びたいな。4、ゲームやパズルのヒントの場合、不明瞭、数読、明確、具体的、数読のパズルで、次に置くべき数字とその場所を教えてください。盤面は以下の通りです。これらの例からわかるように、明確で具体的なプロンプトは、質問やリクエストの対象がはっきりとしており、チャット GPT が適切な回答やアクションを理解しやすいものです。その結果、より正確で有益な回答を得ることができます。とはいえ、どう書けばよいのか、じゃんじゃん聞いちゃいましょう。それでは、近年の人工知能の進歩について説明してほしいときには、どのようにプロンプトを書くのが望ましいですか？近年の人工知能の進歩について説明を求める際に、明確で具体的なプロンプトを使用することが望ましいです。具体的な期間や注目すべき分野や技術に言及することで、より適切な回答を得られます。以下に、そのようなプロンプトの例を示します。例、過去5年間での人工知能の進歩について、特に自然言語処理と画像認識の分野での重要な成果を説明してください。このプロンプトでは、具体的な期間、過去5年間と、関心のある分野、自然言語処理と画像認識を明示しています。これにより、チャット GPT は、関連性の高い情報を提供しやすくなります。わかるっちゃわかるけど、聞き方を変えてみましょう。より適切な回答を得るために、プロンプトを明確で具体的にするための最適な方法を教えていただけますか？プロンプトを明確で具体的にするために、以下のポイントを考慮して質問やリクエストを作成してみてください。1、目的の明確化。質問の目的や求める情報を明確にしましょう。具体的に何を知りたいのか、どのようなタスクを実行してほしいのかをはっきりさせることが重要です。2、期間や範囲の指定。質問に関連する期間や範囲を指定することで、回答を絞り込むことができます。例えば、過去10年間の進歩といった具体的な期間を設定することが役立ちます。3、分野やテーマの指定。興味のある分野やテーマを明示的に指定することで、関連性の高い情報が得られる可能性が高まります。4、質問の形式を工夫。より具体的な回答を得るために、質問の形式を工夫してみましょう。例えば、リスト形式で情報を求める、トップ5の、などか、比較、対比を求める、A と B の違いは何ですか、などです。5、わかりやすい言葉を使用。複雑な言い回しや専門用語を避け、わかりやすい言葉で質問やリクエストを表現しましょう。これにより、チャット GPT が意図を理解しやすくなります。これらのポイントを考慮してプロンプトを作成することで、より適切な回答を得ることができます。ただし、必ずしも全てのポイントを毎回適用する必要はありません。状況に応じて適切な方法を選択してください。目的を明確にして、具体的で詳しく、わかりやすい言葉で。本当にそれだけでしょうか？他にもあるように思えます。確認しつつ、追加で質問をしてみましょう。何のために何を求めるのかを明確にし、可能な限り期間、範囲、分野、テーマなどを指定するということで合っていますか？もっとこうした方が良いというアドバイスがあれば教えてください。はい、その通りです。目的を明確にし、期間、範囲、分野、テーマなどを指定することで、より適切な回答が得られるでしょう。追加のアドバイスとして以下のポイントも役立つかもしれません。1、質問の優先順位を設定。複数の質問や情報を求める場合、それらの優先順位を明確にすると、回答が整理されやすくなります。例えば、最も重要な3つの要因は何ですか、といった形で質問すると、重要度が高い情報が提供されるでしょう。2、フォローアップの質問を活用。もし最初の回答が十分でない場合、フォローアップの質問を活用してください。具体的な点や、さらに詳細な情報を求めることで、より適切な回答が得られます。3、目的や背景を簡潔に説明。質問やリクエストの目的や背景を簡潔に説明することで、チャット GPT がより適切な回答を生成しやすくなります。これらのアドバイスを参考に、質問やリクエストを最適化してみてください。しかし、すべてのアドバイスを一度に適用する必要はありません。状況や質問内容に応じて、適切な方法を選択しましょう。だいぶ見えてきたのではないでしょうか。次の質問でまとめます。私がチャット GPT の活用法のアイデアについて回答を得たいとします。あなたからの以下のアドバイスをすべて使ったプロンプトの例を教えていただけますか？以下に、アドバイスをすべて活用したプロンプトの例を示します。私は、最近自分の会社でチャット GPT を活用しようと考えています。過去1年間で実際に企業で効果的に使われているチャット GPT の活用法について知りたいです。特に、カスタマーサポートとマーケティングの分野で成功しているアイデアを教えてください。優先順位が高いと思われる上位3つのアイデアを提案してください。このプロンプトでは、以下のアドバイスが活用されています。
目的の明確化、企業で効果的に使われているチャット GPT の活用法を知りたい。期間や範囲の指定、過去1年間、分野やテーマの指定、カスタマーサポートとマーケティング、質問の形式を工夫、上位3つのアイデアを提案してもらう。わかりやすい言葉を使用。質問内容がシンプルで、専門用語は避けられています。質問の優先順位を設定。優先順位が高いと思われる上位3つのアイデアを求めています。目的や背景を簡潔に説明。自分の会社でチャット GPT を活用しようと考えていることが述べられています。このようなプロンプトを作成することで、チャット GPT からより適切で具体的な回答を得ることができます。出ました。本当にこのプロンプトで良い回答が得られるのでしょうか。これをこのまま入力してみましょう。過去1年間で企業が効果的にチャット GPT を活用している方法にはいくつかの成功事例があります。特にカスタマーサポートとマーケティング分野では、以下の3つのアイデアが特に優先順位が高いとされています。カスタマーサポートの効率化。チャット GPT をカスタマーサービスチームの一員として活用することで、顧客からの問い合わせに素早く対応することができます。これにより、待ち時間を短縮し、顧客満足度を向上させることができます。また、チャット GPT は24時間365日稼働しているため、営業時間外のサポートも提供することができます。コンテンツ作成とマーケティング戦略の支援。チャット GPT は、ブログ記事、ソーシャルメディアの投稿、ニュースレター、広告コピーなど、様々なタイプのコンテンツを作成するのに役立ちます。これにより、企業は効果的なマーケティング戦略を迅速に立案し、顧客への訴求力を高めることができます。さらに、チャット GPT は AB テストのコンテンツ作成を支援し、最適なマーケティング戦術を見つける手助けをします。パーソナライズされたコミュニケーションの提供。チャット GPT を使って、個々の顧客のニーズや興味に合わせたパーソナライズされたコミュニケーションを提供することができます。例えば、メールマーケティングで顧客の購入履歴や興味に基づいておすすめ商品を紹介したり、ソーシャルメディアでフォロワーの関心に合ったコンテンツを表示することができます。これにより、顧客エンゲージメントを向上させ、売上を促進することが期待できます。一連のやり取りで出てこなかったのですが、もう1点追加でお伝えしたいことがあります。何をしないでほしいかだけでなく、代わりに何をすべきかも指示するというのがあります。例としては、宇宙について説明してください。ただし、太陽系の話は避けて、宇宙の成り立ちや観測技術について説明してください。という感じです。結局どうしたいのかを伝えてあげると、チャット GPT は何をすればよいか分かりやすくなります。ステップ2のまとめです。より良い回答を得るためには、入力する前に目的を明確にする。チャット GPT に送信する命令や文章などの入力テキスト、プロンプトに以下のことを気をつける。期間や範囲を指定する。分野やテーマを指定する。質問の形式を工夫する。分かりやすい言葉を使用する。質問の優先順位を設定する。目的や背景を簡潔に説明する。何をすべきかを伝える。最後に前編後編を通して振り返って締めくくりましょう。チャット GPT は OpenAI 社が作った膨大な量の言語や専門的知識を学んだプログラム、人工知能。複雑な問題に対してより自然な会話で正確な解決策やアイデアを提案できるように進化している。以下のことに気をつけて命令や文章を送信すると、より良い回答を得られる。回答が十分ではない場合には、フォローアップの質問をする。この中でも、特に、何のために、何をしてほしいのか目的を明確にする。回答が十分ではない場合には、フォローアップの質問をする。この2点は本当に重要です。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。あなたの生活が豊かになったり、この歴史的な大転換点を乗りこなすヒントになれたら嬉しいです。この動画が役に立ったと思っていただけたら、いいねとチャンネル登録をお願いします。